夏が暑すぎてお花がきれいに育ちにくくなっています。この先も猛暑は続くんでしょうか？はい。今のところなんか日本はずっと暑い状況、東京とかは暑い状況が続いているので、なのでまあなかなか治るというのはありえないんじゃないかなと思いますけどね。お寿司屋さんとか日本に行った時、最近の魚ってどうなんですかみたいなの結構僕聞くようにしてるんですけど、異常気象が安定してきたっていう話を聞くんですよね。5年前ぐらいだと夏暑すぎて、本来だったらもうちょっと南にいるはずだった魚が結構北の方に上がってるよね、異常だよね、みたいなことを言われてたんですけど、もうそれが数年続いてて、もうなんか生態として本来九州ぐらいで取れるはずだったやつが関東地方ぐらいで取れるのが当たり前だよねっていうので、逆に北の方で取れてる魚がもうどんどん北上がっちゃってるんですよね。なので、北海道ってサンマが結構脂が乗ってて美味しいよねって言われたりするんですけど、北海道で本来取れる魚がもうどんどん北行っちゃって、ロシアの方まで行かないと取れないみたいなので、結構寒い系の魚が取りづらくなってるみたいな。で、それが異常気象だよねと言われてたんですけど、もう何年も続いているので、それはもう異常気象ではなく、安定期に入ってしまったんじゃないかっていうところな気がするんですよね。なので、食性とかもそうで、最近のニュースで、本来東南アジアに住んでる刺されると死んじゃう可能性もあるアリっていうのが、大阪万博の建設予定地のところに50匹ぐらい見つかったっていう話があって、それがなんかね、50匹ぐらい見つかったらしいんですよね。なので、50匹もたまたまその1地区で見つかったとすると、多分500匹ぐらいはいるんじゃないかと言われていて、で、もともと日本にはほぼいなかったんですよ。なんかたまにコンテナに混じってヒアリが見つかりましたっていうのが1匹見つかっただけで日本のニュースになるぐらいだったんですけど、で、それは結局その東南アジアの気候に近い状態になってしまったので、上陸したアリが普通に生活できている状態っていうのだと思うんですよね。もう懐かしいじゃなくて、多分ね、もう定着しちゃってるんだと思うんですよね。港とかで昔は見つかりましたっていう状態で、なかなか日本には定着はしなかったんですよ。理由としては、そもそもの他のアリがいるよねとか、他のハエとかクモとかいるよねっていうのがあるので、ポットでの昆虫が来たとしても、生活圏を作れるぐらいの勢力、テリトリーを作るっていうのはなかなか難しかったんですよ。コンテナにちょっとアリが一匹混じってましたって言っても、それがじゃあ他のアリの巣があるようなところに行っても殺されて終わりなので、ところがどっかで50匹見つかったってなると、もう多分たまたま来たヒアリが50匹出てきましたとかっていうレベルではなく、巣あると思うんですよね。なんでじゃあ巣ができるかっていうと、もともと埋め立て地なので、もともといた昆虫がいないんですよ。大阪の都市とかだと、アリもいるし、カミキリもいるし、ハエもいるし、トカゲもいるしとかで、昆虫がいきなりポットで入ったとしても、もう俺らのテリトリーだからお前の巣なんか作れる場所ねえよっていう状態だと思うんですけど、埋め立て地なのにそもそも論昆虫が全然いない状態で、しかも餌が豊富ですと。気候としてもそれなりに暖かいですっていうところで、もう巣作っちゃってんじゃねっていう気がするんですよね。港だからコンテナからじゃないんですか。と昔はそうだったと思います。横浜に1匹だけ見つけましたとか、神戸で1匹見つかりましたとかっていう時代は、コンテナの中から1匹来ましたっていう時代だと思うんですけど、50匹見つかりましたっていうレベルになると、それをコンテナで恋にね、いっぱい持ってきたとかではない限りは、もうそれ住んでると思った方がいいんじゃないかなと思いますけどね。札幌市内に熊が出るのが普通になってきた。いや、これもだからね、ソーラーパネルのせいもあるんじゃないかなというふうに僕は結構思ってるんですけどね。昔山って金にならなかったんですよ。ある程度作物が取れて、道路に近いところであれば、キノコ取りますとか、いろいろな植物とか野菜とか取りますっていうので出荷になるんですけど、ただ本当に山の奥地の方になると、何しても金にならんよねっていうのがあって、ほっといてたんですよ。で、誰も行かないようなほっとかれてた山というのが、自然動物が大量に増えて、で、そこの中で鹿が増えて、熊が食ってっていう状態になってたんですけど、最近日本ソーラーブームで、誰も行かないような山の真ん中に、ソーラーパネル置きまくると、結構金になるよねっていう状態になっちゃったんですよ。で、もうただ同然で売られてたところが、ただ同然で金儲かるんだったらそれは買うわって買ってソーラーパネル置きますってなると、結果としてそこで動物が生活できなくなっちゃうんですよね。で、本来じゃあ山の中で鹿とか食ってました、タヌキとか食ってましたってそのクマが、じゃあ鹿もタヌキも減ってきちゃったから、だんだん餌を取るための生活範囲というのが広がってきて、結果として人間の住んでる近くもできちゃったっていうのがあるんじゃないかなと思いますけど。日本暑さ半端ない。まあでも日本って大体の家庭クーラーあるんで、クーラー入れればいいんじゃないですか。熱中症で50人以上の方亡くなってるんでしたっけ今日本。で、なんかそのうちクーラー入れてなくて亡くなった方が結構いるっていう。すごいですよね。クーラー入れられないんだったらなんでクーラーつけたのっていう話と、クーラーも入れられないような状態の人であれば、家にいるべきじゃないと思うんですよね。いまいちどういう理由でその人がクーラーを入れないで熱中症で亡くなったのかよくわかんないんですけど、何なんだろうなと思ってます。まあ僕もほとんどクーラー使わないですけどね。本当に必要な人が世間体とかプライドでお金をもらわないっていうのがあって、たまに日本でもガチする人いるんですよ。
要は餓死するぐらいお金がなかったら生活保護申請すれば必ずお金もらえるんですけど、でもそのなんかプライドだったりとか生活保護もらうの良くないって考えたりとかで餓死しちゃったりとか熱中症で死んじゃう人いるんですよね。生活保護をもらってるのにクーラーを使うなんてけしからんみたいな風に考える役所の人がいて、クーラーがつくぐらいお金があるんだったら生活保護いらないですよねみたいなこと言われちゃって、クーラー撤去して結果として熱中症で死にましたみたいな人もいるんですよ。どう金使おうか別にどうでもよくねみたいな思うので、それだったらもう皆さんベーシックインカムもらっちゃってください。クーラー買いたい人はクーラー買えばいいし、扇風機で十分だって言ったら扇風機使えばいいしっていう方が死ぬ人少ねえんじゃねっていうので思うんですけど、ちなみに僕クーラー苦手なんで、この家もクーラーないし東京でも僕クーラーほとんど使わないんですけど、クーラーなくて苦しいっていう人の気持ちは僕は東京でもあんまりわからないタイプなんで、ちょっと僕自身の話をするとは微妙なんですけども置いといて、もし皆さんそこまでそのなんかホームレスの人権とか弱者の権利とかを考えるのであれば、生活保護をみんなが取りやすくするとかベーシックインカムを実現する方向に努力していただいた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。僕クーラーかかってると風邪ひくんですよね。ほんとどうでもいい話してすいません。はい。北海道の道北で農家をしています。今もトラクター乗ってるところです。最近ずっと気温が30度を超えています。北海道ですごいですね。全く北海道らしくありません。しかも雨も降らないので作物が枯れてきます。これで地球温暖化の影響ですか、また人工的に雨を降らせる研究はどこまで進んでいますか。ひろゆきさんの見解を教えてください。人工的に雨を降らせるのは全然可能ですよ。お金さえあれば。中国とかでも日本でもちょこちょこやってますけど、雨になるような粒を飛行機に登ってってばらまいて、で雨を起こすっていうのは別に人工的に可能なんですけど、ただ金かかるんですよ。で1回しかできないので、そんなにずっと雨が降り続けるわけじゃないので、あんまり意味ないよねっていうことがあって普及しないですよね。空気中の水分を凝結させて雪のような形にして雨として落とすんですけど、雨になるような核を空気中で分散させた場合って、そこで空気中の湿度が下がってしまうので何度も使えないんですよ。なので空気中にある水分っていうのを使い切ったらもう雨にはならないので、なのであんまり意味ないよねっていうので、結局そのいくら研究したとしてもないものを降らすことはできないと。なので水蒸気どっかから持ってこなきゃいけないよねってなるとめちゃめちゃお金かかるので、どっかから水引っ張ってきてばらまくぐらいしかないんですけど、地球温暖化の影響だと思います。はい。でも北海道で30度超えるのやばいっすね。北海道ってクーラーないからなかなかきついっすよね。ある動画で地球温暖化は真偽不明でビジネスが主であると見られていたのですが、ひろゆきさんの見解をお願いします。地球温暖化自体はしているんですけども、それが二酸化炭素のせいなのかっていうのと、あとじゃあそれが何のせいで二酸化炭素が増えているのかっていうので、いろんな見解があってどれが正しいというのはまだ確定していないという状態なので、僕地球温暖化に関してはなんかこうだよって断言しづらいんですけど、ただなんで地球温暖化っていう問題が出始めたかっていうと、イギリスのサッチャー首相っていうおばちゃんがいて、そのおばちゃんが原子力発電所を進めたかったんですよね、事業として。で原子力発電所を進めるにおいて、じゃあ地球が温暖化してるよねっていうのを言ってくれる科学者っていうのを集めたんですよね。気候なんとか変動パネルみたいなので世界中から科学者集めて、駐車場のコンクリートめっちゃ集まってるところの温度を取って、なんかめっちゃ気温上がってますとか、そもそもそんなん暑いやんみたいなところとかばっかりを世界中で集めて、気温上がってるやんみたいな。でこれ二酸化炭素のせいだよ、だから火力発電とかやめて原子力発電を推進しましょうっていうビジネスとして始まったんですよ。始まるきっかけは。でその後、あれでも本当になんか結構南極とかちっちゃくなってんじゃねえとか、北極狭くなってんじゃねえとか、アルゼンチンとかの氷河とかもちっちゃくなってるんじゃねえとかっていうのがあったりとかで、ひょっとしたらやっぱり地球温暖化してるかもねっていうのはあるんですけど、そもそも論地球って氷河期だった時代っていうのが、江戸時代に飢饉っていうのがいっぱいあった時代っていうのが皆さんご存知だと思うんですけど、大塩平八郎とかなんかバタバタしてた時代ね。昔はその時代って氷河期だったので、お米とかの生産数が少なかったので飢饉がいっぱい起きたんじゃないかなって言われていて、なのであの時代実は氷河期だったんじゃねっていう説があるんですよ。でそれに比べるとだんだん今は温暖化してきてるので、そもそも論地球がずっと温暖化してる最中だから、それは別に二酸化炭素とか関係ないんじゃねっていう説もあるんですよ。アマゾンの木ガンガン切るから良くないんだよっていう説もあって、アマゾンの木切らないのがいいのかなと思いきや、アマゾンの木って酸素をもうバンバン吐き出してるやつもいるんですけど、酸素バンバン吸ってる木もいるんですよ。なので実はアマゾンってプラマイゼロなんじゃねみたいなことにも最近なっちゃったりして、何が正しくて何が間違ってるのかがいろいろその動いててよくわかんないですよね。で科学って最近そういうのが結構あって、これが正しいよねって言ったのがなんか5年後、あごめん全然違ったわ、逆だったわみたいなのが結構あるんで、なので僕地球温暖化に関してはまだちょっと結論出せないっていうのにしてたりします。マングローブとかですね。はい。科学とかって結構ね5年10年でちょこちょこ変わってくるんで、
なので確定してないやつは僕は確定しないので分かりませんって素直に言うようにしてます。地球温暖化と二酸化炭素って関係ないですよね。関係あるという説の方が強いんですけど、実際問題本当に関係あるのか証明できてるかっていうと結構微妙なんですよね。もともと氷河期っていうのがあって温暖な時期があるよねっていうので、地球の温度っていつも一定ではないんですよね。なので氷河期が終わってからだんだん暖かくなるっていう、そこのサイクル上の問題で二酸化炭素の問題じゃないよねっていう風な説も言えてしまうっちゃ言えてしまうので、誰かがこうしますって決めてるわけじゃないので、実際問題いろいろな複合要因だとは思うんですよね。で、二酸化炭素が増えれば増えるほど植物が増えるので、結果として植物が増えると二酸化炭素が吸収されて酸素が増えるという状態になるので、じゃあ二酸化炭素いくら増えても植物がちゃんとあるのであれば結構大丈夫なんじゃねっていう仮説があったりするんですけど、とはいえアマゾンの森林とか減ってるから大変だよねみたいなのもあるので、一概に二酸化炭素かもわかんないし、本当は森林が減ってること自体が問題なのかもしれないけども、果たして何が問題なんでしょうか。ちなみにアマゾンの森林も日中は結構空気吸うんですけど、夜になると二酸化炭素をあんまり吸わなくて炭素を使っちゃうのであんまり意味なくて、実際のアマゾンの森林も二酸化炭素を減らしてるかっていうとそんなに減らしてないんじゃないのみたいな論文もあったりするので、よくわかんねえっていうのが今のところ僕の地球温暖化に関するポジションになります。はい。いろんな人がこうだって決めつけて言ってるんですけど、反証もいろいろあるので、いろいろな説があるけど、ちょっと確定になるほどの情報はまだないんじゃないかなっていう感じで僕は見てます。はい。とはいえ、世の中は二酸化炭素悪いよねっていう空気感なので、これ言い出すと変な敵を作ったりするので、あんま言わない方がいいですよ。パリ協定とかマジ意味ないんじゃねとか言うと嫌われますからね。地球温暖化で北極の氷が溶けて水面が上昇してモルジブとかの島が沈んじゃうって言われたんですが、小学校の頃理科の時間に水いっぱいのビーカーに氷を入れて溶けても溢れなかったことを思い出しました。先生は確かにアルキメデスの定理とか何とか言ってきますが、水面は上がるのかどうかどっちが正しいんでしょうか。氷自体が溶けたとしても元々の体積の方があるので、氷の温度が全部溶けて、でその体積が氷が水に変わったとしても温度が上がってるので体積が減るので水自体は増えないっていう話ですよね。あれね、前調べたけどどっちだったんだっけな。これ僕なんか今ややこしくなって分かんなくなってます。なんか月の満ち欠けの引き潮満ち潮ってあるじゃないですか。あれの影響の方がでかいみたいな、なんかそんな話だった気がするんですけど、すいません、今お酒飲んで回ってないので後で調べます。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。